さあ、今回もプロ野球解説、始めていくよ。今回は何の解説なんだ？今回はこの時期にぴったりの解説をしていこうと思っているよ。まあこの時期っていうより、今現在開催されている、オリンピックについてだよ。まあ確かにオリンピックだろうな。そういえばオリンピックの野球競技自体久々だったよな。ということで今回は、オリンピックに関する野球競技について解説していくよ。中身としては、野球がオリンピックに追加された経緯や、除外された経緯について解説するよ。じゃあまず、野球競技がオリンピックに追加された経緯から。野球が初めて公開競技として実施されたのは、1904年のセントルイスオリンピックから、100年以上も前からなのかよ。まあその後はどういう理由があったかは知らないけど、毎回開催していたわけではなくて、1952年のヘルシンキでは、ペサパッドという、フィンランド式の野球が実施されたそうだよ。と言っても、ペサパッドっていうのは見た目が野球に近いだけで、根本的なルールはだいぶ異なるものだそうだよ。まあ元の競技が別の国では色々な変化をしてるなんてあることだしな。その後は、1956年のメルボルン、1964年の東京、1984年のロサンゼルス、1988年のソウルで公開競技として実施されたよ。1964年の東京でもやってたのか。この時ってどんな感じだったんだ？この時は、アメリカの大学選抜チームと、全日本学生選抜チーム、全日本社会人選抜チームのダブルヘッダーが組まれて、結果はアメリカ選抜の1勝1分けで終わったよ。にしても、野球競技って案外実施されてる回数少なかったんだな。まあこれは開催する年にもよるんだけど、それは後ほど。そして、1992年のバルセロナオリンピックから、野球が正式種目となって、5大会連続で実施されたよ。ただ、2012年のロンドンオリンピックでは、正式種目から外されて、その4年後のリオデジャネイロオリンピックでも野球競技は実施されなかったよ。これって結局のところどういうことなんだ？これ実は2002年の時からあったことで、環太平洋地域の特定地域以外では盛んに行われていない競技、そういう理由で除外を勧告されたそうなんだよ。環太平洋地域？日本やアメリカ、中国などの太平洋そのものと辺縁に位置する国々や都市のことを指しているものだよ。まあ言うなれば、日本やアメリカでは野球って、結構盛んに行われているイメージなんだけど、他の国だとそうではなくて、参加している国もそこまで多くないから、その国で開催しても現地の人には馴染みがない。そういった理由で過去も実施してないんじゃないかな？まあ確かに、極端に言えばサッカーだと複数のグループに分かれて予選を行ったりするほどの多さ。根本的に使う道具などが違うのも、競技人口に影響するんだろうな。それと同じ理由かもだけど、ソフトボールにも除外を勧告されているよ。もちろんそれについて日本側は嘆願書を IOC に提出。それでも、2005年の IOC 総会で投票を実施した結果、野球とソフトボールが、2012年のロンドンオリンピックから除外されることが決定したんだよ。まあそうなると、ウプ主みたいな野球ぐらいにしか興味がない人にとっては、オリンピックを見ることすらないだろうがな。というより、野球が盛んに行われている国にとっては、オリンピックという大会でメダルが獲得できるかもしれない競技。その一つに野球があれば、是が非でも実施したいと思うだろうね。それで、今現在開催されている東京オリンピック。ここでも正式種目として採用はされなかったけど、開催都市が追加することができる権利を利用して、8年ぶりに実施することが決定。ただ、それ以降の開催都市では実施されることはないそうだよ。こればっかりは仕方がないんだろうけど、正直野球ファンからしたら面白みに欠けるな。まあそういう背景があったからなのかはわからないけど、WBC やプレミア12のような野球の世界大会ができたのかもね。ということで、オリンピックの野球競技についての解説はここまでとして、次は実際にオリンピックで行われた、大会の内容に触れていくよ。まず最初は1984年のロサンゼルス、野球大国であるアメリカで開催されるオリンピックということで、国際野球連盟の働きかけが実り、初めてナショナルチーム同士による、公開競技として開催。1983年9月に行われた第12回アジア野球選手権大会が、オリンピックアジア予選となったんだけど、日本は台湾との代表決定戦で敗れ、出場が絶たれたよ。でもその後、東西冷戦の影響からソビエト連邦が、同オリンピックをボイコットし、キューバもこれに同調。これを受けオリンピック組織委員会から日本に参加要請があり、日本野球連盟は参加を決めたよ。他国同士のいざこざがあって日本はなんとか出場を決めたってことか。それで、この時はどんな選手が代表に選ばれてたんだ？この時はまだプロ球団からの参加はなくて、大学生と社会人で代表メンバーが構成されているんだよ。
そのメンバーの中には、後にプロとなる選手もいて、現在巨人の投手チーフコーチの宮本選手や、色々と話題となった阪神の和田選手も代表に選ばれていたよ。参加国はアメリカや台湾など、8カ国が参加して4カ国に分けて予選が行われて、上位の国が決勝に進んだよ。予選1位で決勝に進出した日本は、台湾とアメリカを破って、オリンピックの野球競技としての、初代チャンピオンに輝いたよ。おお、一度は絶たれたオリンピックの舞台でチャンピオンになるなんてな、当時の世界の情勢が良くなかったからとはいえすごいことだったろうな。そして4年後のソウルオリンピックでは、前回の成功を受けて、次回のバルセロナから正式種目に認定されることになったよ。あくまで次回のオリンピックからだったんだな。この時の試合も、前回の時と同様の試合形式で、決勝に進出した日本はアメリカと対戦。結果はアメリカに敗れ、日本は銀メダルとなったよ。当時の代表メンバーには、後にメジャーリーガーとなった、野茂選手、ID 野球の申し子の古田選手、トリプルスリーを達成した野村選手など、球界を代表する選手も選出されていたよ。1992年のバルセロナでは、準決勝で台湾と対戦し敗戦、3位決定戦でアメリカを破って銅メダルを獲得したよ。この時の代表メンバーには、後に侍ジャパンの監督を務める、小久保選手がいたよ。1996年のアトランタでは、準決勝で4大会連続でアメリカと対戦し、圧勝で決勝へ進出。決勝ではキューバと対戦し、乱打戦となった結果終盤に投手陣が崩れ敗戦、銀メダルに終わったよ。この時のメンバーには、今現在も中日に選手として在籍している福留選手、平成最後の三冠王の松中選手、現在ロッテの監督を務めている井口選手がいたよ。2000年のシドニーでは、IOC の方針で、プロの選手の出場が解禁となって、パリーグからは1球団1人の選出だったけど、セリーグからは6球団で2人しか選出されていないよ。それってどうしてなんだ？まあどうしてなのかは詳しくはわからないけど、単に興味がない選手もいたみたいで、イチロー選手もオリンピックに対して興味がないって言っていたそうだよ。まあそれ以前までプロが出ていなかったし、それでいきなりプロも参加可能と言っても複雑に思う選手もいそうだよな。それに、プロと大学生と社会人、練習環境も違う選手の連携が取れるわけもなく、この大会では、初めてメダルなしに終わったよ。チームとしてはバラバラだったのかもしれないな。当時まだプロ入りしていなかった選手には、サブマリンこと渡辺選手、今現在は巨人の2軍監督を務めている阿部選手、大英に入団した杉内選手などがいたよ。そして前回の反省を生かす形で、監督に長島監督を起用し、初めて全選手をプロのみで構成したチームが編成されたよ。でも、大会を前に長島監督が脳梗塞で倒れ、監督代理として中畑コーチが務めることになったよ。大会では、決勝トーナメントの準決勝でオーストラリアに敗れ、銅メダルに終わったよ。敗因としては、相手のチームのことをろくに調査せずに、勝てるだろうと高をくくっていたことが原因だそうだよ。選出されていた選手としては、平成の怪物こと松坂選手、メジャーでも活躍した黒田選手がいたよ。そして、2008年の北京オリンピック、ウプ主の印象としては、この時が一番ひどかったと思うよ。ひどかったってどういうことだ？この大会の結果としては、準決勝で敗れ3位決定戦に進出するも、3位決定戦でも敗戦し4位になっているよ。敗因としては、選出した選手に故障や不調が相次いだり、星野監督の選手起用にもマスコミから疑問を呈される始末。まあ個人の選手を挙げるのもあれだと思ったんだけど、GG 佐藤選手の失策から敗戦に至ったこともあったよ。ああ、確かオリンピックが終わった後も、散々ネタにされてた気がするな。それでこのオリンピック、順位以上に選手にも思うところがあったそうで、その後の WBC にも、代表に選出されていた選手が辞退するということもあったんだよ。こればっかりはしょうがないだろうな。ペナントレース中に出たりして、所属しているチームとは違う起用法もあって、合わない部分もあっただろうし。ってなわけで、13年の時を経て今の東京オリンピックで野球競技が復活して、今現在考えられうるメンバーが選ばれた。一応そうなっているんだけど、ウプ主自身としては、実績を重視した選手にも見えて、現在の調子を考慮に入れての選出ではないと思っているよ。まあ、調子がいい悪いで見ても、実際大会に出てみるとそこまで活躍できないってこともあるから、代表経験もある選手を中心に選出したんじゃないか？それもあるかもね。まあとにかくファンとしては、怪我なく最高の成績を残してほしい、そう思うだけだね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。